都心に戸建てを持ちたいというお客様の夢を叶えるために、高立地な土地に家を建ててお客様にお届けしています。オープンハウスは土地の仕入れから建設、そして販売するところまで正反一体となったビジネスモデルを展開しています。特に仕入れる部分から全部やっているっていう企業はないので、そこがオープンハウスの強みとなっています。戸建て事業以外にもマンション開発や収益不動産、そして米国不動産も取り扱っています。躍進については、まずは行動力と愚直に最後までやりきるっていうところと、売上1兆円という目標に向かってお客様の要求を上回るっていうところを追い求めているからだと思います。高い目標に向かって走っている社員を支えるためのシステムを提供するっていうのが情報システム部の役割となっています。240を超えるアプリケーションを作っていまして、一元的に管理していきたいなと考えていまして、 IT オペレーションズマネジメントを導入しまして、そちらで ITIL ベースの変更管理を行うことによって安定したシステムを提供できると考えています。サービスナウを導入する前にもちろん他のソリューションサービスを比較しましたが、変更管理だけ CMDB だけしかできないっていう、そのピンポイントだけできるソリューションはあったのですが、そちらを両方ともできるっていうところと、あとそこから運用の自動化とかセキュリティ対策もできるっていうところでサービスナウを採用させていただきました。主に3つの機能を使っていまして、で1つ目はディスカバリー。1日に1回差分を取ることによっていつ誰がどのように変更を加えたか可視化できるようになった。2つ目がサービスマッピング。基本的にシステムは運用に乗せたら終わりっていうわけではなくて、リソースの追加とか削除っていうのは発生し続けていくと思うんですけども、マッピングがあることによって追加したり削除したりしやすくなった。3つ目がサーティフィケートマネジメント。更新対応が自動化されたことによって工数が大体7割減できたのと、ワイルドカードを使用しているので更新漏れが大変起きやすかったんですけども、漏れがなくなった。サービスナウの開発自体初めてだったんですけども、少ない時間の中で運用まで送りつけられたのでやりやすいシステムであったと思います。現在管理しているリソースだけではなくて、SaaSを含めたインフラ資産の一元管理を目指すにあたっては、ライトブックをいかに使いこなすかが鍵であるというふうに考えています。